こんにちは、新藤久美子です。今日はさつきの植え替えをしたいと思います。さつきはだいたい5月ぐらいに、花を咲かせるんですけど、植え替えはですね、その花が終わった後の、5月中旬下旬ぐらいとか、そのくらいにですね、花後の植え替えっていうのをするのが一般的だと思います。ただ秋の植え替えとかも結構安全にやることができて、さつきの愛好家の方なんかはですね、5月に植え替えたらその後、ね、すぐ気温が急上昇しちゃって根がうまく回り切らないので秋に植え替えるっていうね、そういう人もいらっしゃるみたいですね。はい、私は別にどちらでも失敗はしないし、どちらでもいいと思うんですけど、花後で植え替えられるのは、その時にやって、ちょっと間に合わなかったやつとかはですね、秋まで待って今時期に植え替えをするようにしています。特に古い木なんかはですね、結構秋に植え替えることが多いかなという感じですね。はい、でさつきに使う土なんですけど、あれですね、鹿沼土を使います。これは一回洗って乾燥させてるやつなんですけど、この中粒ぐらいのやつかな、このくらいのやつを、使うようにしています。でやっぱね、鹿沼土って日本にしか手に入らないのかな。ちょっと海外の方の土はですね、どういう土事情があるのかちょっとわからないんですけど、さつきも海外で人気みたいで、やっぱり結構ね、培養がうまくいかないって言って、ちょっとね困ってる人もいらっしゃるみたいなんですけど、やっぱり一つはやっぱこの土ですかね、鹿沼土を使って植え付けるっていうのが一つのね、成功の鍵なのかなと思います。だいぶ昔の人がね、さつきには鹿沼土がいいんだって言ってですね、確かにそうなんですよね。でツツジの仲間はですね、ツツジ類に、特異的に共生する菌根菌がいてですね、それをエリコイド菌根菌っていうんですけど、それがですね活性するのが酸性寄りの土壌らしくってですね、それもツツジの生育に影響してるんじゃないかと思うんですけど、まずこのねさつきとかツツジの芽ってすっごい綿根っていうかすごい細い根なんですよね。だからやっぱ渇水で根腐れしやすいっていうのもあって、それを考えるとその多孔質で適度に水分保持してくれるこのなんだっけ鹿沼だっけ鹿沼ですよね。鹿沼土がよろしいということなんだと思います。はい。で実際どのくらいの pH なのかなと思って今ちょっとね pH 測ってみようと思うんですけど、ちょっと水にちょっと溶かして鹿沼土溶かしてるやつをちょっとこうやってこうね、2.5 でも鹿沼土水で1対2で溶かしたやつをこのくらい取って、ちょっと専用の、液をですね、ちょっと3滴くらい 1,2,3 と足して、これをちょっとよく振ってですね、酸性度を測ってみようと思います。すぐ出るんですけど、こんなもんかな。あれ黄色6か。pH6 そのくらいですね。酸性とも言えない弱酸性、言ったら弱酸性とかそんなもんかな。実際測ってみたらこんなもんなんですね。で今日はどっちにしようかな。こっちの植え替えをしようかなと思います。これはですね、品種はわからないんですけど、ちょっと花は赤くて剣咲きみたいなすごい面白いいい花が咲くんですよね。
これ譲り受けたものなんですけど、当時は結構弱っていて、だいぶちょっとね回復してきたかなっていう、そういう木です、はい、ちょっと抜いてみます、植え替えはまあ1年以上2年ぐらいしてないんですけど、ちょっとこっちは回ってなかったりとかしますね。ここは結構キチキチで、こういう風に細かい根がぎっちりとですね回るような、そういう根の回り方をします、根をほじくる量はだいたい古い周りの底の土とかそういうのを、だいたい3分の1ぐらいかな、3分の1、半分から3分の1ぐらいはさばいても全然平気です。割と強く切ってもですね、根の成長は早いので、結構大丈夫。こういう風に綿みたいにこうやってこう絡まってくるんですよね。こういうのを丁寧にほぐしながら根をですねさばいていきます。こんな感じで結構古い土を落としたんですけど、綿根がこういっぱいあるので、この辺はざっくりとですね下の方を切ってください。でちょっと強い走ってる切りやすい根なんかこうちょっとに切って、さつきの場合は結構ねこの中に古い土なんか結構絡まっているので、徹底的にそういうのはね落とす必要があります。なので水圧でですねバーってやってこの後ね綺麗に、やります。はい、これですね、根をバーッとこういう根だったんだなっていう感じですね。ちょっとこの辺が根がなくて、ちょっとねこれからやらないといけないですね。はい、こんな感じです。はい、ちょっと根っこを今よく見たら、そんなにいい粘りではなくて、やっぱりここに腐ってた部分があるので、この辺までね鎖が入ってて、新しい根っこはちょっとね出てきてるので、そのうち出てくるとは思うんですけど、この辺はちょっと気をつけていきたいなというところですね。あとこの強い根っこ、走ってるこの根っこをなんとかしときたいんですけど、だからといってこう短くもちょっと切れないかなと思うので、ここはちょっと針金でここら辺で結束して、ここから細かい根が出るようにですねやっとこうかなと思います。はい、ちょっとね根っこ出てきてほしいなと思うところでやってこの辺でギュッとこの辺ちょっとね少し食い込むぐらいに針金で締めておきます。はい、根を出させるホルモンは葉っぱから作られて下に下がってこっちに溜まって発根するんですけど、ここで止めとくと上からのこの発根の力がですね溜まって、ここから根が出るというやり方ですね。取り木ならぬ取根、なんかそんなやり方ですね。はい、バツンって切るよりはまだ失敗が少ないかなという感じで、とりあえずこの辺で締めて、またこのまま植え付けていきます。はい、鉢はどれにしようかな。前はこれだったんですけど、今使ってない微光の鉢があるんで、これにちょっとね少し樹勢つけるために少し緩めの鉢で入れてちょっと養生させようと思います。はい、こんなもんかな。土は100% 鹿沼土を使っています。はい、完成した木、古い木になってくると、徐々に赤玉土の割合増やしていくようになるんですけど、養成木とか樹勢をつけたい木はやっぱり粗めの、鹿沼土単葉で植えた方がやっぱ樹勢はつきやすいようですね。はい、
これでとりあえず OK です。この辺をもう少し作ったらですね、バランス取れるんじゃないかなと思います。はい、でこの中に一応岩肥を少し入れてるんですけど、大きい肥料は10日ぐらいしてから与えようと思います。はい。